皆さんは猫が好きですか？日本は世界の中でも特に猫を愛する国として知られています。街を歩けば猫カフェがあり、猫をテーマにした神社やお土産もたくさんあります。なぜ日本人はこんなにも猫が好きなのでしょうか？今日はその理由をいくつかの角度から探っていきましょう。まず、歴史を振り返ってみましょう。猫が日本に来たのは今から約1000年以上前のことです。奈良時代から平安時代にかけて中国から船で仏教の経典が運ばれてきました。その船の中にネズミから経典を守るために猫も乗っていたと言われています。つまり猫は最初から大切なものを守る存在として日本に来たのです。平安時代の貴族たちは猫をとても大切にしました。猫は珍しく高貴な動物として宮廷で飼われていました。有名な作家、紫式部も猫を愛していたと言われています。この時代から猫は特別な存在として日本人の心に入り込んでいきました。江戸時代になると猫は庶民の生活にも広がりました。この時代、都市部ではネズミによる被害が大きな問題でした。食べ物や物資を守るために猫は非常に役に立つ存在だったのです。そのため猫は家を守る縁起の良い動物として庶民にも愛されるようになりました。招き猫を知っていますか？片手を上げてお客さんを招いているように見える白い猫の置物です。お店や家の入り口によく飾られています。右手を上げていると金運を招き、左手を上げていると客を招くと言われています。招き猫は江戸時代に生まれたと言われており、今でも日本中で愛されるシンボルです。招き猫の起源についてはいくつかの説があります。その中で有名なのが東京の豪徳寺というお寺の話です。昔、一匹の白い猫がある武士を手招きしました。武士がその猫に近づいた瞬間、武士がいた場所に雷が落ちたと言われています。猫のおかげで命が助かったその武士はお寺に恩返しをしました。今でも豪徳寺にはたくさんの招き猫が奉納されています。猫にまつわる場所も日本にはたくさんあります。猫島と呼ばれる島が日本各地にあります。宮城県の田代島や愛媛県の青島などは島の人口より猫の数の方が多いことで有名です。猫たちは島の中を自由に歩き回り、観光客を出迎えます。猫好きな人々にとってまさに夢のような場所です。東京の谷中という下町には猫の町という愛称があります。昔ながらの細い路地にのんびりと猫が歩いている姿がよく見られます。谷中には猫をテーマにしたお土産屋や雑貨店が多く、猫好きの観光客が全国から集まります。街全体が猫と共存しているような温かい雰囲気の場所です。猫カフェも日本発祥の文化です。世界で最初の猫カフェは1998年に台湾で開かれたという説もありますが、日本で2004年に大阪でオープンした猫カフェが
広く注目を集め、世界に広まりました。猫カフェでは、コーヒーや紅茶を飲みながら猫と触れ合うことができます。ペットを飼えない一人暮らしの人や、仕事で疲れた人に特に人気があります。なぜ猫カフェがこれほど人気なのでしょうか。現代の日本では、マンションやアパートでペットを飼えない人がたくさんいます。また、長時間働く日本人にとって、猫と過ごす時間は大切な癒しの時間です。猫の柔らかい体に触れたり、のんびりした様子を見たりするだけで、心がほっと和らぐと言われています。日本のポップカルチャーにも猫は深く根付いています。ハローキティは世界中で愛される猫のキャラクターです。ドラえもんは猫型ロボットで日本で最も有名なアニメキャラクターの一つです。隣のトトロに登場する猫バスも多くの人に愛されています。猫は日本のアニメや漫画に欠かせない存在なのです。我が輩は猫であるという小説を知っていますか？明治時代の作家、夏目漱石が書いた有名な小説です。猫の視点から人間社会を観察するというユニークなストーリーです。この小説は今でも読まれており、猫が日本文学にも大きな影響を与えてきたことがわかります。日本語には猫に関する表現もたくさんあります。猫の手も借りたいは、とても忙しくて誰でもいいから手伝ってほしいという意味です。猫をかぶるは、本当の性格を隠しておとなしく見せるという意味です。猫に小判は、価値のわからない人に大切なものを渡しても意味がないという例えです。猫は日本語の表現にも深く入り込んでいます。神道の世界でも猫は特別な存在として扱われることがあります。京都の伏見稲荷大社は狐で有名ですが、猫を祀る神社も全国にあります。特に今戸神社は招き猫発祥の地の一つとして知られており、縁結びのご利益があると言われています。猫は神聖な存在としても日本人に親しまれてきました。猫の独立した性格も日本人に好まれる理由の一つかもしれません。犬は飼い主によく従いますが、猫は自分のペースで生きています。忙しくストレスの多い現代社会において、猫のマイペースな生き方は多くの人の憧れでもあります。猫みたいに生きたいという言葉をよく聞くのもそのためかもしれません。今日は日本と猫の深い関係についてお話ししました。1000年以上前に船に乗ってやってきた猫は、歴史の中で日本人の生活、文化、言葉、そして心の中に入り込んでいきました。猫は単なるペットではなく、日本文化の一部なのです。皆さんは猫派ですか？犬派ですか？今日は日本はなぜ猫が好きなのかについてお話を聞いてくれてありがとうございました。招き猫、猫島、猫カフェ、
そして猫の言葉まで、猫は本当に日本のあちこちにいますね。もしいつか日本に来たら、ぜひ谷中の路地を歩いてみてください。きっと猫があなたを出迎えてくれますよ。皆さんは猫と犬、どちらが好きですか？そして日本の猫文化の中で一番驚いたことは何ですか？ぜひコメントで教えてください。この動画が良かったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。にゃーと言いながら待っています。ありがとうございました。